尿病の専門家、血糖おじさんお越しいただきました。お願いします。深井さん、今日よろしくお願いします。血糖おじさんです。現役で糖尿病内科をやっていて、糖尿病の診察だとかやってます。よろしくお願いします。お願いします。実は先日ちょっとお会いした時にですね、血糖値を測るなんですか、機械、フリースタイルリブレっていうのがあって、はい、肩にこうやってつけて24時間血糖値が測れるっていう機械があるんですけど、それで深井さんに実際つけていただいて、はい、楽しかったですね、あれはね。なんか僕は比較的血糖値が安定してるそうなんですが、ルスの美ボディメイクのミーさんにもともと紹介してもらって出会ったんですけど、ミーさんが食後の運動した方がいいって言って、僕食後、ランチの後とか15分ぐらい歩くようにしてるんですけど、なんか何分歩けばいいのかなみたいな、食後動いた方がいいのは動いた方がいいですよね。はい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 。そういうことを今日ちょっとたくさん聞きたいなと思ってですね。なるほどなるほど。みんなが気になるリアルなやつですね。はいはい、痩せるにしても血糖値下げるにしても両方でもいいってことですね。両方ね、やっぱ共通してるものがあって、はい、その基本的に血糖値って食べ物を食べた時に、はい、その食べ物を吸収してその糖分が自分の血管の中に入り込んで、はい、血糖値が上がって、で運動で使えばそのままさよならって形でなくなるんだけども、それが実際余っちゃうとどんどん脂肪細胞にぶち込まれていく。それで太るっていうことになるので、はい、食後の運動で血糖値を運動によって下げてもらうと太りにくくなると言えるんです。運動によって下げる。それを、なんかどんぐらいの強度でどんぐらいの分数やればいいのかなって全然分かんなくて、なんかこれ僕の体ですごい恐縮なんですけど、はい、僕おにぎりを食べてそのまま寝っ転がったパターンとおにぎりを食べてそのまま歩いてみたっていう授業自分でやってみたんですよ。はい。そしたら歩きながらおにぎり食べてる時はやっぱ全然血糖値上がってこなくて、はい、なるほど。だからそれっていうのはその運動エネルギーと消費されてそのまま血糖値勝手に下がって使われてるんだろうなと思って、これはつまりこのおにぎり食べた分全く太ってきてないんだっていうふうに感じたんですよ。はい。感じたというより一般的にそうなんですよね。だからその何か食べたとしてもすぐ使っちゃえば脂肪にならない、脂肪にならないってことは太らない、それで OK なんです。どれぐらい使えばいいのかなと分かんなくて、なんか15分歩くよりも30分歩いた方がいいのか、そういう分数の問題じゃなくて運動強度の問題なのかとか。これっていうのは運動強度かける分数なんですね。要は例えば筋トレを5分例えば思いっきりやるのと、はい、歩くの20分が同じぐらいだとか。なるほど。そうだから内容とその時間によって、要は例えば筋トレ5分思いっきりガーってきつめにやるのと、はい、ヒットとかあるじゃないですか、はい、HIIT でかなり高強度のものを短くやるの、はい、でもしくはお散歩をしながらだらだら30分ぐらい歩く、でそのヒットの5分とか10分っていうのがお散歩の30分ぐらいに当たるっていうふうに言われてるので、そのどんなものが好きなのか人によって選べばなるほど。逆に時間がないけど、食後の運動したい人は高強度でギャッてやればいいし、ギャッてやっちゃえば下がっちゃいますね。じゃあ高強度で、一番おすすめなのはやっぱヒット。そうですそうですそうです。ヒットはちょっと一応もともとね病気があって動脈硬化ある人とかだと、メディカルチェックしてからの方がヒットとかだと安全って言われてはいるんですけど、なるほど。そう心臓にご病気があるだとかもしかしたらそういうこともありえるわけだから、いきなり無理やりヒットやって体壊すよりは、そのお散歩ね30分やってもらう方がいいし、それは本当人によって今まで運動やってきてない人がいきなりヒットやると体びっくりして、もしくはその血管がね心臓の血管狭かったりとかすると、はっていうふうになっちゃうかもしれないので。なるほど。よくわかりました。自分が続けれるものがいいっていうこと。もう本当それなんですよ。で、いや本当おっしゃる通りで、血糖値が一番大事なのって、その1年間で下げるでも1年間1週間1ヶ月で下げるでも、その短い間に下げればいいんですけども、結局やっぱり糖尿病の合併症とか動脈硬化って5年とか10年とかそういうスパンで起こってくるので、そうだから5年10年を続くような作戦を持って、だからこれだったら5年10年できるわっていうものを選ばないと、健康としてはあんまり意味がない。なるほど。なんかこの間確かインスタライブか何かでメッツでしたっけ、運動強度。座ってると何でしたっけ、1。座ってるのは1メッツ。立ってるだけだと2メッツ。ってことは例えば働いてる方で食べ終わりました、でもすぐ仕事戻らなきゃいけないですを、例えばスタンディングデスクで1時間やる、立って仕事する。めちゃくちゃ有効。めちゃくちゃ有効で、それ実際取り入れてる企業とかもあって、デスクをこれ楽天なんですけど、楽天ってあるじゃないですか、楽天。あれがその座ってるデスクで普通に座って作業するパターンか、もしくは立ってスタンディングで作業するっていうのを
その会社員さんご自身が選べるような施策を取ったみたいなんですよねすげえ。でこれっていうのはその立つことによってあんま眠くならないっていうのもあるし、はい、その健康効果の改善で、要は立っていると作業してるでも2倍とか3倍ぐらいのエネルギー使ってるわけだから、企業側としても社員さんの健康管理、はい、そういう観点からめちゃくちゃ効果あるっていうのが、まあ、明らかに実証されていることなので、はい、すごい賢い企業だなやっぱりと思いました。そう、ありがとうございます。じゃあスタンディングデスクなんか普通に楽天アマゾンで買ったらなんか5000円とかそのまで買えるから、そういうのあるっていうのはすごいいいってことですね。いいと思います。もう家でそれこそ多分皆さん経験あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、お昼ご飯食べたとかくっそ眠いじゃないですか。やばいですね。でそれっていうのがもう血糖値のこの乱高下っていうのが一個関係あるって言われてるし、はい、その血糖値の乱高下を止めながら、そもそも座ってる時と立ってる時どっちが寝やすいかって言ったらもう明らかに座ってる時なんで、仕事の効率化、ダイエットのため、健康のためスタンディングデスクっていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。なんかもうそう言われたらそうするべきだなと思ってしまったんです。立ちますとちょっと足が疲れて足が疲れちゃってちょっとまた話変わるんですけど、最近ちょっと僕、バナナを健康のために1日2本食べなさいみたいな本を読んだんですよ。でそれを読み出して、なんかバナナファーストダイエットとか書いてあって、野菜を先に食べましょうってあるじゃないですか。でも野菜を先に食べるって現実的じゃない場合結構あるじゃないですか。まあその野菜高いですしね、コンビニとか。そうそう、コンビニでだって例えばおにぎり買ってきてその前に野菜とか難しいってあるじゃないですか。なんでバナナを先にって話があったんですけど、そもそもバナナを先にとか、バナナ1日2本食べるとかっていうのは血糖値とか糖尿病っていう意味ではどうなんでしょうか。まあすごい微妙なところで正直なところ、はい、そのバナナってやっぱり食物繊維はそれはご飯だ白米だとか、パンよりは食物繊維はすごい多いんですけども、はい、やっぱりもう圧倒的にブドウ糖と砂糖の量が多いんですよね、そのバナナ自体が。そうだからその食物繊維をずっとなんとなく取れて、そのご飯の置き換えとしてバナナを取るとかだったらいいかもしれないんですけど、例えばおにぎり3つ食べるところをおにぎり2個にして1個バナナに変えるだとか、でもしくはおにぎり3つのところをおにぎり1個、例えばサラダチキン1個、バナナ1個とか、そういう感じでバランス整えていくところだったらいいと思うんですけど、その普段おにぎり2個食べてる人がそこに血糖値を下げるためにバナナを追加で1本食べるっていうのはどっちかというと悪さをします。完全に追加で食べるって認識でいましたねいやそうですよね。いやそういう風に取れちゃいますよね、そういう風に取れちゃいますね。バナナを最初に食べるっていうのはなんかいい。そうですね、まあちょっとこれも本当に微妙なところで、バナナもやっぱり糖質の部分は多少あるので、はい、そこをどういうふうに向き合うか、おにぎりを一番最初から食べるよりはバナナを食べておにぎりを食べた方がいいと思うんですけども、なるほど、その食物繊維分で、はい、そうなんですけど、そのバナナを先に食べるっていうことの効果はどこまであるのかなって個人的には思いましたよ、いきなりおにぎりよりはマシだね。そうそんぐらいですね。そのマシの積み重ねが大事なんですよね、これね。僕最近やるのはランチで例えばそばが食べるって言うじゃないですか、その前にバナナ1本食べたりとか。でもそばを食べてるっていう多分精神がまず OK で、そばってそばとうどんってやっぱりそばの方が血糖値上がりにくいって言われてるんですよね。そばの方がそうですよね。そうですよね。これっていうのがそのうどんっていうのがその基本的に小麦粉を練って作ったもの、で要は製粉されたって言っていろんな皮だとか、食物繊維を捨てて練り込んだのがうどんで、そばっていうのが実はそば粉ってあるじゃないですか、あれが全粒粉って言われているそばをそのまま砕いて、でそれを練ったものなので食物繊維とかいっぱい入ってて、そうタンパク質が入れたことで食物繊維も入ってるんですね。タンパク質も食物繊維もそばの方がうどんより圧倒的に多くて、なのでそばは結構麺類としてはすごいおすすめのものの一つです。よかったです。あれバナナを直前に足すっていうと、もしかしたらそばよりバナナの方が糖質高いかもしれない。なので血糖値は上がりやすいかもしれないですね。なるほど。難しいですね。いやめちゃくちゃ難しいですよこれ。もう本当に僕も患者さんの指導もそうだし、僕自身もどういうふうに管理するかっていうのはめちゃくちゃ迷わしいところで、でやっぱりでもバナナとブドウを比べてみると、やっぱりブドウの方が血糖値上がるんですよね。そのバナナの方が上がりづらい。だからそういうのはもちろんあって、バナナが全然ダメってことはもちろんなくて、バランスのいい食事だとは思うんですけども、やっぱりあくまで糖質メインの、主食に変わるようなものなんだよっていうふうに思っておいてもらった方がいいかもしれない。わかりました。あとまたもう一個いいですか、質問。もちろんです。最近ちょっと知り合いのトレーナーに聞いたんですけど、そのトレーナーは1日5食食べてると。もう 2,3 時間おきくらいに食事食べてて、特に朝昼晩ちゃんと食べるみたいなんですけど、間食としてタンパク質取ってる。例えば僕はそれでタンパク質だったら、じゃあバナナ、納豆とかですかって聞いたら、それもいいですけど、その後食べてるのはサラダチキンとかスルメ、当たり目みたいなのを食べてると。
でもそれってオーバーカロリーですよ、カロリーオーバーですよねって話したらもちろんそうですと、ただ筋肉をつけるっていう意味ではそれぐらいタンパク質取った方がいい、まめに。でも脂肪を落とすって意味ではオーバーカロリーだと。糖尿病血糖値って意味ではその5食、日体大の教授のバズーカからさんも4食、昼と夜の間にタンパク質取れていってるんですけど、これはどうなんでしょう、糖尿病的には。難しいところで、血糖スパイクを潰すためにはできるだけ小分け、血糖スパイクっていうのが血糖値の急な上昇と急な下降、要はビューンビューンっていうのを血糖スパイクっていうんですけども、そちらの方をですね、できるだけ起こさない方が健康的にはいい、ダイエット的にもいいとは言われていて、でその観点からすると、3食のものを4食に分けて分食するっていうのはすごいいいことだと思うんですよね。その1日の3食分のカロリーを、1日例えば1800キロカロリー取るとして、で3で割ると1回600キロカロリーじゃないですか、その4で割ると450キロカロリーじゃないですか、それによってその血糖スパイクっていうのが起こりにくくなるっていうのはもちろんで、それもそれですごいいい食事方法だなと僕は思います。で、今のお話だと筋肉をつけるために、どういうふうにしたらいいかっていうところなんですけど、やっぱりその筋肉をつけながら体重を落として脂肪を燃やすっていうのは、人間の生理学上なかなかうまくいかない。やっぱそうなんですね。そんな感じはやっぱり見ててしますよね。一応それが可能な人たちがすごい肥満がある人たち、要は太ってる人たちっていうのはその脂肪を減らしてそこで、おそらく普段からやっぱ筋力トレーニングとかあんまりそういうのできてない方が多いので、自分のエネルギーを使って自分の脂肪を燃やして運動しながら、外から取ったタンパクで筋肉をつける、実際体重を減らしながら筋肉をつけるっていうのはすごい太ってる人なら可能って言われてるんですけど、その普通体型の、BMI25 を切ってるような方々がそれをできるかっていうと、なかなか難しいんじゃないかなというふうに僕は思います。だからそういう筋肉をつけるっていう目的ではやっぱ少しオーバーカロリー気味に、でそのオーバーカロリーでカロリーを超える分っていうのはおそらくタンパク質で足してる、つまりその間食のタイミングでサラダチキンだとかプロテインっていうのを飲まれてるのかなっていうふうに思いました。目的によるってことですか？本当にそうですね。だから深井さんの多分視聴者さんだと、そのできるだけそんなムキムキにはなりたくないけど体重を落としたいっていう方が結構多いんじゃないかなとは思います。まさにそれですね。ですよね。そうなった時にはやっぱりそのタンパク質の比をちょっとだけ増やしながら、やっぱりアンダーカロリー、要は自分の活動代謝基礎代謝を合わせたものからちょっと減らし気味にしていただくのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思います。もちろん運動とかね、ストレッチ組み合わせていただいていいなと思うんですけど。わかりました。僕はじゃあ筋肉増やそうと思っているので、ちょっとそれでちょっとじゃあ上乗せしていただいて、ちょっと上乗せしてやっていこうかなと思います。上乗せしすぎちゃうと脂肪に変わっちゃうんで、そこはちょっと注意しなきゃいけない。そこから見てではですね、ここでちょっと視聴者さんからも質問を募集していただいてますので、よろしいでしょうか？もちろんです。 B さんから質問です。血糖値さんへ質問です。ビールやジュースに比べて甘い食べ物の方が糖尿病になりづらいと聞きましたが、本当でしょうか？なんとなくビールやジュースだったり甘い飲み物はあまり飲まないようにしていますとのことです。これは本当で、やっぱり人間にとって一番吸収しやすい糖分って液体の糖分なんですよね。これは間違いなくて、液体の糖分吸収しやすいってことは、一気に吸収して一気にビュワーンになって、でその使う前にだんだん体が勝手に下げて脂肪に入れていっちゃうんですよ。で逆にその固形物の方が吸収がゆっくりになるので、吸収がゆっくりになるので、そのダラダラ皆さん例えば昼ご飯食べてその後仕事あって3時間動いたりとかするじゃないですか。で3時間あって動いたりすると思うんですけど、その3時間カロリーを消費するチャンスがあるんですよね。で、なんですけど甘いドリンクとかだとその1時間の間にその3時間分のエネルギー消費量を持ってこなきゃいけない、そんなイメージになるんです。で甘いものを飲んだ時の血糖値っていうのがだいたい皆さん1時間以内ぐらいにその血糖値の上昇のピークが来て、2時間ぐらいには下がり終わってるっていう方が多くて、つまり2時間までに下がり終わってるってことは、全部脂肪に吸収されちゃったってことなんですよね。なので、甘いものの場合は3時間ぐらいかけてゆっくり上がっていったりだとか、脂質とかタンパク質の含有量にももちろんよるんですけど、そのゆっくり上がった分消費するチャンスがあって、脂肪に入る前に体が使うことができるチャンスが多いんです。なるほど、そういうことか。じゃあなんかよくバナナスムージーとかオレンジジュースとかは
本当はそのまま果物食った方がいい。そう、これも結構面白くて、果物の一番いい食べ方っていうのがやっぱ皮ごといくっていうふうに言われてへで、スムージーぐらいだったら、正直なところその皮の成分だとかその食物繊維だとかビタミンとかも入ってるんですけど、野菜ジュースになった瞬間、野菜の一番美味しいところだけ絞り出して本来取りたい食物繊維だとかビタミンって結構皮に置いてなんとなく聞いたことあると思うんですけど、この果物とかの皮にそれ都合味的にね、味覚的に都合が悪いからそっち捨てちゃうんですよ。でも体の栄養素としては本当はそれを取りたいんだけども捨てちゃう、そんなことが起こってるので、やっぱ野菜ジュース、僕の中では生の野菜とか生の果物っていうのが一番良くて、その次にスムージーが良くて、一番ダメなのが絞り出した野菜ジュースだとか、ああいうのが一番体には良くない、そんなイメージです。はい。なんか野菜ジュースが好きそうな方多いですけど、あまりこう、強くはおすすめできないかな。で唯一おすすめできるのがトマトジュースで、でそのトマトジュースの中でも、添加物、要は食塩だとか、果糖ブドウ糖液っていうものが入っているのは、おすすめできないんですけど、トマトってリコピンがいいだとかなんとなくそういうイメージはあるじゃないですか、そのリコピンとかの吸収効率がいいのとか、その濃縮効率がいいのがトマトジュースなんですよね。プラストマトジュースってそれ以外に、例えばトマト割と丸ごと使い切れるので食物繊維とかも無駄にしないし、リコピンも取れるし、意外と100ミリ飲んでも20キロカロリーぐらいとかで、そうだからトマトジュースに関しては、野菜ジュースでの最悪僕はいいのかなと思ってます。ちなみにダメなトマトジュースといいトマトジュースあると思うんですけど、いいトマトジュースおすすめあれば。いいトマトジュース、これも本当に回し物でも何でもないんですけど、王道でカゴメの無添加のトマトジュースっていうのがあるんですけど、すごい有名なやつ。そうそのパックとかコンビニとかで多分どこでも置いてんじゃないかな、それがよくて、缶ジュースとかで入ってるようなものプラスその無添加って書いてないものはちょっと僕実際飲んで自分で試してみたんですけどすごいですね大体やってます。大体で血糖値上がりしたけど、これで見てで、それで本当にその缶ジュースの方がボン上がってでその無添加の方のジュースっていうのはそんなに上がらなかった。でその動画は今後ちょっと実は公開予定なんですよね、でそれがまたそのトマトジュースのいい飲み方とか、そういう形で動画また出しますので、多分今週の日曜日とかに出すんですかね、そちらの方で、土曜日かてか今日かそう今日にそのトマトジュースまさにやったばっかりで、トマトジュースはありなのかなと思いますけどね。ありがとうございます。いいこと聞きました。ぜひぜひ。質問まだ大丈夫ですか？はい、もちろんです。運動は食前と食後どちらがより効果的ですか？今は食前にしていますこれどっちでもよくて、結論。そうなんです。皆さんの体の中の糖分ってどういうふうに分布されてるかって深井さんご存知です？全然わかんないです。大体なんですけど、肝臓に 100g グリコーゲンって聞いたことないですかね？聞いたことあります。そのグリコーゲンっていうのが体の中の糖分の蓄えで、肝臓に 100g で、普通の男性の方だと筋肉に 400g ぐらい入ってるって言われてるんですよ。で、さっき血糖値上がってその血糖値が体に吸収されるっていう話したんですけど、人間がですね普通に運動する時っていうのはこの筋肉の中のグリコーゲンだとか、肝臓の中のグリコーゲン使って運動して、そのグリコーゲンが空っぽになったら脂肪が燃えたりだとか、脂肪を燃えて使ったりだとか、そのご自身の筋肉のタンパク質を燃やしてエネルギーに変えたりだとか、そういう感じでするんですけど、食前にその運動してもらって筋肉の中のグリコーゲンを空にしてもらうことによって、その後糖分を取った時、その糖分がですね筋肉にまず最初補充されるんですよね。で、なので食前でも血糖値下げる効果もあるし、エネルギーを使う効果ももちろんある。でなんですけど、食後でもちろんその血糖値が上がった時にこの上がった部分を落とすっていう運動は、もちろんそれはそれでダイエットとしてありだし、健康としてももちろんあり、だから結論どっちでもいいよっていうふうになります。なんですけど、一応そのお腹空いてる時に体の栄養素が足りないタイミング、例えばもともと糖尿病あって血糖値が乱高下してるような方とかが、食前にやった時に低血糖みたいになって体調が悪くなっちゃったりする人だとか、そういう人ももちろんいるので、そこには注意が必要かなとは思います。なるほど。だから安全なのは食後30分ぐらい、食べ始めて30分ぐらいの運動っていうのがおすすめです。わかりました。なんか僕エリクスなんで、じゃあ前と後両方やったら一番いいじゃんと思ったんですけど。そうですね。でもそれって実際できます？無理です。そうなんですよ。で、わかりました。ありがとうございます。いくつかありましてですね、今ダイエットを本気で頑張っています。これだけは気をつけてですとか、これだけはやった方がいいよっていうことがありましたらぜひ教えてくださいということです。なるほど。
やっぱりダイエット本気でやってる間っていうのは、すごい頑張れててどんどん順調に体重も減っていくと思うんですけど、1ヶ月後太ったら嫌じゃないですか。絶対嫌です。ですよね。なので少なくても1ヶ月続くだとか少なくても2ヶ月この方法で、ある程度は続くっていう、もうあらかじめの作戦を持ってやらないと現場で見てると大体失敗するじゃないですか。深井さんも多分いろんな人のダイエットを実際見られると思うんですけど、皆さん大体気合い入れて1週間ぐらいで結果出そうっていう方って、1ヶ月後ぐらいあれ何も変わってないぞみたいなことの人いるじゃないですか。あれ2週間前までめっちゃ焦ってたけどなみたいな、むしろ増えてるみたいな。やっぱりもうリバウンドにはならないこと、でそのリバウンドを起こさないためっていうのを、一番頑張ってる時にちょっと頭の中にちらつかせるっていうのが、僕として一番大事なんじゃないかなと思ってて。しないように無理しないようにしてる。そうですそうです。なので結構やっぱり1日800キロカロリーとか、600キロカロリーぐらいまで制限してガンガン最初の方に減らしていくっていう人見てるんですけども、実際問題やっぱ2ヶ月後とか大体うまくいってないっていう印象が、多分そのダイエットに関していろいろ指導される方とか、健康に関して指導される方っていうのは多分みんな一度は経験したことあってイメージあるんじゃないかなと思うんですけど。ありますね。やっぱもっと一番そこじゃないですか、やっぱ実際。まあそうですね。結局ここだけは気をつけてって言われたら僕としてはそこかなと思うんですけど。そうですね。あとはホメオスタシスっていう要は体がですねなくならないため、要は例えば、変な話、毎日400キロカロリーでカロリー制限してて、で自分の代謝が1800ぐらい活動代謝とか運動の代謝全部含めて、1800ぐらい使ってたらいつか体なくなっちゃうじゃないですか。そうですね。なので体はですねあんまり厳しいカロリー制限の状態が続くと、基礎代謝を落としにかかってくるんですよね。消費しすぎないように。そうですそうです。このまま要は変な話、僕たちオアシスとかオアシスじゃない砂漠とかに遭難しちゃったとして、全然物が食べられなくなったらバンバンもちろん汗は暑いからかくと思うんだけど、その無駄なエネルギー消費って体を抑えにいくじゃないですか、いつ食えるか分かんないから。確かに。そうなのでそういうことが自然と自分のダイエットの中で起こっちゃうと基礎代謝が落ちてくるのでどんどんでさっき言ったアンダーカロリーと筋肉つかないって言ったじゃないですか、だからもうその基礎代謝が落ちる条件が当てはまっちゃうので、あんまり派手にやりすぎて短期で結果出そうとすると基礎代謝が落ちた状態になってダイエットやった瞬間に基礎代謝が落ちてるカロリーがいっぱい入ってくる、もうリバウンドし放題っていうような状況になるので、やっぱねもう短期で結果を出したいっていう気持ちはすっごいわかるんですけど、長い目で見ると大体失敗しますよね。だそうです。すいません、ちょっと厳しいこと言ったけどありがとうございますでもズバッと言ってあげた方が多分。いやもうその通りだと思います。良いですか。引き継ぎ質問。定期的に血液検査と尿検査を受けていますが、毎回クレアチニンの項目がほんの少しだけ基準より高いです。かかりつけの医師からは特に何も言われないので大丈夫なのだとは思うのですが、数値を下げるために何かした方が良いことはありますか。今は高血圧治療で病院に通っていますという鈴木さんからの質問です。これに関してクレアチニンっていうのがまず何かっていうのお話なんですけど、健康診断って腎臓の項目に入っているのがクレアチニンっていうところで、クレアチニンっていうのは何かっていうと筋肉のゴミなんですよ。要は筋肉が人間で代謝されてどんどん古い筋肉が壊れて新しい筋肉が出てくるじゃないですか、でそれの最終的な代謝産物、要は体の中でいろいろ毒素が抜かれたりとか、処理しやすいような形になる、その最終的にその筋肉の、燃えかすみたいなのがクレアチニンなんです、でそのクレアチニンっていうのがほとんどが腎臓から捨てられるんですね。要はおしっこと腎臓を通っておしっこになって外に捨てられる。でつまりこのクレアチニンが高いってことは上手にクレアチニンを腎臓から捨てれてないっていうことなんですよ。そうすると腎臓の機能が悪いねっていうところで言われちゃうっていうところなんですけど、今言った話で筋肉が多いとこのクレアチニンってまず高くなっちゃうんですよね。要は筋肉が多い、そのクレアチニンの元が筋肉だから筋肉が少ない人より筋肉が多い人の方がクレアチニンが自然と高くなると、まずこれはなんとなく今の説明で分かってくるかなと思うんですけど、ただやっぱ痩せ型の人でも全然筋肉がないのにクレアチニン高いっていう方とかは、その腎臓の機能がもしかしたら生まれつき少し悪いのかなとか、あとはこのクレアチニンっていう数値が5とか6ぐらいになってくると透析って聞いたことあると思うんですけど、その透析っていう治療に腎臓がダメになってきちゃってる透析っていうところになります。で健康診断の時だけ下げるにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、これも腎血流を上げるしかない、腎臓の血流を上げるしかなくて、もうとにかくやっぱ水飲む。
水を飲んでクレアチニンを外に捨てるなんですけど、それはあんまり本質的じゃないというか、試験前の一夜漬けであんまりその後覚えてないそんなような状況になっちゃうのでそうだから下げるためには水を飲むなんだけど、それはあんまり本質的じゃない、でクレアチニンっていうのは筋肉のゴミ、最終的な代謝産物でこの数値が高ければ高いほど腎臓が傷ついている可能性がある、そんなところに入ります、なので下げたかったら水飲んでください。なるほど。でも本質的じゃないから、本質的なところって言ったら何をしたらいいの？本質的なところでいくと、もう普段から腎臓への負担を減らしてあげるっていうのがすごい大事で、腎臓のやり方がそうですよね、でこの負担の減らし方っていうのがやっぱ一番明らかにいいって言われてるのが塩分制限。やっぱ耳が痛いですね僕はめちゃくちゃ僕もラーメン大好きなんで僕最近ラーメン食べてないです。本当ですかそこ乗ってくださいよ。過去形です過去形でやっぱり日本人って塩分がどうしても海洋民族で、海からいろいろ幸が生えてくるということで塩分どうしても昔から多かったと言われていて、で味噌汁も毎朝飲むし、味噌汁1杯大体 2g ぐらい塩分が入ってて、1.5g から 2g ぐらいかで高血圧の人って大体 6g 以下を目標にしてるので、その味噌汁3杯飲んだらもうアウトなんですよね。そんぐらいもう塩分っていうのは世の中に溢れていて、その腎臓の数値をいたわってあげる、長いとこれも10年とか20年で結果出るようなものなんであれなんですけど、普段から塩分を減らしてもらうと腎臓はやっぱ守りやすいっていうところになってます。すごい納得のいくそうだよねっていう回答ですよね。そうなんだよね。だからもうあんま全然面白くないんだけど。面白くないですよ。やっぱそうだなっていう。そうすみません。ありがとうございます。ちょっとここでボイシーから多分お便りがいっぱい来てると思うので、食べ順の質問をいただきました。みここさんから、野菜少し、タンパク質少し、炭水化物少し、野菜少し、タンパク質少し、炭水化物少し。この食べ順は意味ありますか？この食べ順、そうですね。もうやっぱり炭水化物から始まるよりは全然いいんですけど、その科学的にやっぱ証明されているのが、ベジファースト、ミートファースト、つまり野菜先、もしくはお肉、お魚先で、これまとめてカーボラスト、要は炭水化物最後でもいいと思うんですよね。カーボハイドレート最後でカーボラスト、炭水化物最後、そういう言い訳でいいと思うんですけど、なのでこの野菜、お肉、炭水化物、野菜、お肉、炭水化物っていうのはこれをこまめにやっちゃってる感じにはなるんですけど、科学的に証明されているのは野菜を15分かけてから炭水化物を食べると下がるよっていう論文はあるんですよね。野菜を15分かけて食べてからその後に炭水化物を食べる。こんなの無理じゃないですか普通に。僕多分サラダ 2,3 分で食ってそれですぐ飯食ってますね多分。そうなんですよ。だからある程度はその5分とか10分でも効果あると思うから、その自分の生活ライフスタイルにどこまでちゃんと落とし込めるかっていうところが大事になってくると思います。要は2分でサラダ食べるより5分でサラダ食べて、その後に炭水化物を取った方が体にはいいし、その5分で食べるより10分で野菜を食べてから炭水化物を取った方が体にはいいんですけど、これをどこまで実践できるかっていうのは自分のライフスタイルとのすり合わせじゃないかと。僕は大体5分でサラダ食って炭水化物取ってるんですけど、それでもいいやと思ってやってます。僕なんかこの意味ではなくてせっかちなので、なんか飲食店入ってサラダだったら先出来上がるじゃないですか。先持ってきてっていうのは言ってるんですけど、それはすごいいいってことですね。めちゃくちゃいい。だってその後結局お肉料理だとか、ご飯が出てくるまで時間かかるわけじゃないですか。かかりますね。めちゃくちゃ効果あるし超効率的だと思います。やっぱ僕は正しかったそうです。はい、ズボラは正しかった。ありがとうございます。僕も血糖おじさんの方の YouTube チャンネル出演させていただいてストレッチを紹介してますので、ぜひ概要欄固定コメントから、血糖おじさんの方の YouTube チャンネルを見に行ってみてください。もう本当にストレッチすごい血糖値下がった感じで意外と疲れたんですよね。ストレッチなんですけど、なのでこの疲れによって血糖値下がってるんじゃないかなと思うのでチェックしてみてください。はい、